こんにちは、そうすけです。本日もお越しくださってありがとうございます。本日もですね、ご相談いただいておりまして、就活する気にならない、仕事の選び方がわからないよというね、ご相談、お悩みいただいているんですけれども、皆様もこういうご経験おありでしょうか？今ね、ちょうど就活をしよう、あるいは頑張っていらっしゃる、もう内定っていうのが出る方もね、いらっしゃるでしょうし、そのね、内定のタイミングとかは、なかなかいろいろあると思うんですけれども、こういうね、大学が終わっていくぞ、高校が卒業終了していくぞっていう時期へ向けて、次のね、ステップといいますか、自分がどんなお仕事をしたり、どういう将来に向かっていこうかなっていうあたりで、ちょっとお悩みがあるなということなんですね。で、このチャンネルは、毎日心ほぐれていく、ふんわり対話学園と名付けておりまして、その、自分自身の道を見出すってね、大きめに書きましたけれども、やはり、どんな情報を得たり、どれほど素晴らしい事柄に触れたとしても、私たち自身が自分でね、納得なり、本当に感じ取っていく、そういうものこそが大切だと思っておりますので、ちょっとこういう、身近かなと思うんですけれども、そういうテーマをいろいろ取り扱っておりますので、他の動画もね、もしご覧いただけたらとても嬉しいです。さて、ですね、今回のご相談に戻るんですけれども、就活する気にならないぞ、仕事の選び方がわからないぞということなんですが、どういう背景があるのかっていうことを確認しますと、特にこちらですよね。仕事の選び方がわからない。選び方。いろいろありすぎるとか、その、自分があえてやらなくても、とかね。もっと適した人がいるとか。こういうね、お気持ちもある模様なんですよね。そういう風になってくると、確かにいろいろな今お仕事がありますし、逆にこれからお仕事になっていくようなものもたくさんあるので、今あるものだけ選んで良いのか、それともこれから新しいものっていうことでね、何か自分で作り出していく。いわゆる最近話題なんていうのは起業とかですけど、そういうことがいいのかとか、いろいろで自分がやらなくたって、すでにその道で頑張っていらっしゃる方がいる。すなわちそれはもっとね、適している。そういう、ちょっと自分は興味あるような気もするんだけれども、その道にね、もっと適した人もいるだろうっていうようなお気持ちもあるようなんです。皆様、このあたりはいかがお感じになりますか？同じように感じたことあります？でね、今回のお話に関してなんですけれども、一旦、ここまでが自分、どう書きますかね。自分のについてっていう話だったとすれば、ちょっとここから下、反対の事柄ではないんですけれども、ちょっと、なんて言うんでしょう。物理的なというか、条件的なというか、そういう方に目を向けてみると、このね、大前提として、当然働くみたいなね、ものがありますよね。もちろん今の時代は、昔からですが、主婦という形でね、なった主婦、CF、主婦さんということで、自分は家庭に入るぞっていうね、希望を持っていらっしゃる方も、大勢いるとは思うんですが、このね、今回ご相談いただいた方のお気持ちとしては、やはり、大学が修了したり、高校が修了したりすれば、当然働くんだ、社会に出て働くんだっていうようなことが念頭にあるからこそ、当然就活するものなんだよな。周りもしているし、ね、で、1年、2年先輩の方々を見れば、ね、あんな仲良くしていた、あんな一緒にやんちゃをしていた、
先輩が今やもうスーツを着たり、他のね、ユニフォームなり何でもいいんですけれども、働いている。で、中にははつらつとしている方もいるでしょうし、げっそりしている方もいるでしょうし、そういう当然働くっていうのがこれから自分が身を置く環境なんだっていうのがある。で、それがあるがゆえに就活しなきゃいけないな、自分もそういう道に進むんだろうなと思いながらも、でもじゃあどれにすればいいのかなんて、そんなすぐ決められないよとかね、そういう背景があるんだと思うんです。で、ただこの時に、やはりここで一緒にちょっと検討したいと感じたのが、こういうことなんですよね。どんどん生み出したり求めたりするべきものなのかどうか。で、こちら、さっきのね、自分との対比での話なんですけれども、物事とでも言いましょうか。ここから下ね。どういうことかというと、私たちは、やはり一定の年代が来たりすれば、働くっていう立場に立ったり、でね、それによって、社会の、下支えをしたりとか、牽引する人もいるかもしれませんが、それぞれの役割を担っていく。で、お給料をもらったり、報酬をもらったり、獲得したりして、自分で生活していく。そういったような形、あるいは主婦さんということで、ご家族やお子様を支えていく、そんな役回りになるっていうのがちょっと前提として一応あるような感じなので、それを一応ステップとして踏むとして、じゃあ仕事なり、就活なり、会社なり、企業なりね、どういう方向性、どういう場所を選ぼうかなっていう時に、その検討の一素材になる、一つの観点になるんじゃないかなと思うのがこちらなんですよね。どんどん生み出す求めるべきものか否か。で、これが、ちょっと例えが遅くなって申し訳ないのですが、保育所。どうしようかな。今はこれはもうないんですっけね。完全にどこの場所でも禁止になったのかもしれませんが、タバコ自販機。飲料の方で考えていただいても OK ですね。保育所。どんどん生み出す求めるべきなのかどうかって考えてみますと、皆さんいかがですか？完全な本当の意味でね、どのぐらい人材がここに潜在的な人材があって、どのぐらいやっていけるかどうかみたいなことは、ちょっと次の段階として、まず今素直に私たちが検討するといかがでしょう。保育所。ね、今待機児童っていうお話がやっぱりあるし、前々からあるし、ある程度ね、解消されてきている地域もあるとのことなんですが、やはり、自分が、子育てをしている親御さんが働きに出かけたいけれども、保育所が空いていないから、それができないっていう話はよく聞きますよね。そうすると、どんどんかどうかっていうのはちょっとね、大げさかもしれませんが、もっと保育所は設置していっても、認可されていってもおかしくないんじゃないかっていう方向になりますね。他方で、今ね、タバコの失礼しました。タバコの自販機、飲料自販機。これは、もうタバコの方はもうちょっと私も不勉強と言いますか、前はあったんですけど、最近もう見なくなりましたね、確かに。飲料自販機でも構いませんが、これを街にどんどん置くべきでしょうか。ね。50メートルごとに置くことにしようとか、30メートルごとに置くことにしようとかね。そういうことが求められるのかって考えてみると、少なくとも保育所と同じ感じではそうはならないですよね。これはもちろん飲み物とかをすぐ身近でゲットできるっていう利益は皆さんにね、受け取ることができて、自販機が多いほど。それで喉が渇くとか、例えば熱中症、今の時期であれば、今夏に収録しているんですけれども、熱中症の対策に各地でね、水が売っていた方が、飲み物が売っていた方が、ワンコインで買える水がいっぱい売っていた方が、みんなの健康に役立つ。みたいな
理屈は考えられますが、たった今ね、保育所にお子様を入れてもらうことができなくて困っている方がいるっていうのと同じ質ではありませんよね。コンビニもあるし、なんならばお家から水筒を持っていけばいいんじゃないかみたいなことも言える。同じような感じで、ちなみに、じゃあ同じように浄水施設とソフトクリーム店。ちなみにソフトクリーム店を今経営していらっしゃる方とか、これからね、頑張ってみようと思っていらっしゃる方を全く否定する趣旨ではないということを、まずお言葉にしておきますが、こちらから言ってみましょうか。ソフトクリーム店。これはやはり嗜好品ですよね。ソフトクリーム美味しいな。街で見かけて、こんな美味しいソフトクリーム屋さんがあったんで嬉しいっていう方向ですよね。で、その喜ぶことは人間として素晴らしいことだと思うんですけど、反対にこの浄水施設、浄水場、これは、日本では今ね、あまりイメージしにくいかもしれませんが、この人が生きていく上できれいな水は絶対必要ですから、もし浄水施設がない、ちゃんとした浄水施設が必要なほどに、必要なほどの水を供給できるようなそういう施設がない地域があるのであれば、その場所に浄水施設を設けていく。っていうことは、そのソフトクリーム店とか飲み物自販機との関係、他の物事でもいいんですが、また質としてこちらはやはりそういう場所を施設を生み出したり、そういうものが、こういう施設が作られるよう活動していく。そういうべき事柄じゃないだろうかっていう感じなんですよね。で、これはいろいろ何でも皆様ご自身で対比して確認していっていただきたいんですが、このあたりを考えてみると、このね、ご相談いただいた方とか、今お聞きくださっている方で、もしお悩みの方がいらっしゃれば、自分がどういう方向のお仕事を、やってみようかなっていうので、結構良い観点になるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんソフトクリーム店、自分それでもというかな、全くどちらがいい悪いということではないので、どちらを選んだ方が良いですよっていう話は全くないんですが、例えば確かに保育所大事だし、もっとね、保育所ができることでいろんな人が自分の望むようにお仕事ができるようになる。それって素晴らしいと思うのだが、やっぱ自分はソフトクリーム好きだからソフトクリーム店とか、飲食店とか、そういうの極めてみたい。言い方によってはいくらフレンチ料理の精髄を極め、どんだけ名人になったところで、なんでしょう。そんな人の命救えないよなとかね。いや、中にはそういう方もいらっしゃると思うんですけども、フレンチ料理によって他の方のね、その心を大変温かくして前向きになさるって、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらの浄水施設なり、インフラっていう趣旨だけではないんですけれども、そういうものとの対比ではやはりやや二次的だよな。でも、やっぱりそういうものを極めてみたいんだっていうお気持ちだったりとか、やっぱりね、そういうの素晴らしいんだが、自分としてはもっと土台の、だからこちらにね、救急隊員さんとかが入るのかもしれません。ただ救急隊員さんが今ね、多すぎるのか少なすぎるのかとかは、僕もね、不勉強で分かっていないんですが、そういう、より現段階でどんどん増やしていくとか、高めていく。そういうことが求められるものを、やっぱり自分は興味あるなっていうふうには考えたりとか、そういう意味で、ちょっとね、観点として、どちらにもね、当てはまるぞっていうものがあればね、またなおさら素晴らしいと思いますし、そういうのもね、皆様ご自身で想像、検討していってみていただきたいなと思ったりしますね。で、今の一緒に確認してきたことでお気づきかもしれませんが、これはおそらくその発展が進んでいる国かどうかみたいな点でもかなり関わってくると思うんですが、日本はおそらく今、見た目上、こちらに属するものが
かなり発展しているのじゃないかなと思うんですよね。それは、先人の皆様たちがこちらをかなり進めてくださったからっていうのもありますし、現在も今頑張っていらっしゃる方もいらっしゃるしっていうことなんですけれども、この水の例がね、イメージしやすいかなと思いますので、これでいくと、やっぱり蛇口をひねれば水が出るしっていうこと、ポチッとすれば電気つくしって。でそういうのって今私たちの生活に欠かせないものですよね。だから、それぞれ水道局に勤めている方とか、電気の関係の方とか、いろいろその中にもさらに工事の方なり、それを取引する方なりとかいらっしゃるんですが、で、そういう方はやっぱり不可欠だと思いますし、土台的な感じですよね。で、この左側が安定してくればくるほど右に行きやすくなるのかなっていうのはね、やはりあって、そういう蛇口ひねれば水が出るからこそ、より水にこだわってみたりしてとか、原料にこだわったりしてとか、美味しいソフトクリーム、水の温度にもこだわってとかね、美味しいソフトクリームを作るためにそういうこだわりをしていこう。とか、そういう形になっていくんじゃないかと思うんです。ここは結構、それぞれ皆さんによってどういうところを大事にしたいと感じるかが違うと思いますから、ぜひね、選ぼうとしている事柄とかがどんどん生み出す求めるべきものかどうか、と自分が感じるかどうかですよ。絶対的にどうかっていうのは言えませんからね。さっきのね、フランス料理の話の例ですが、そのフランス料理を食べたことで本当に命が救われるって方もいると思いますし、だから完全に一番結果としてはどちらも混ざってくるかとは思うんですけど、まずこういうね、選択してみようかな、検討してみようかなという段階では、この2つにはあえて分けてみて、こちらはやっぱ結構不可欠。でこちらはさらにその上と言いますか、それをさらに洗練させるもの。こちらが洗練していないって意味ではないんですけど、土台発展みたいなね、どちらも完全に不可欠なんです。大切なんですが。こういう視点を持ってみると、また検討にね、一つのステップが進むんじゃないかなってちょっと思ったりしました。さて、それではね、ここまでお聞きくださってありがとうございました。本日もね、1文字の漢字をお聞きしましょう。さあ、皆様、今日の漢字は何にしますか？心なしか最近、漢字の選び方が安直な気がして申し訳ないのですが、就活の就。何かにつくというね。で、つくからには、やはり自分がね、良いなとか、納得したりとか、良い気持ちで取り組めるような事柄が大事かなと思いますので、ぜひもし今回のお話ご参考になれば嬉しいなと思っております。はい。それではこれで今回も終わりにさせていただこうと思います。ここまでお聞きくださってありがとうございました。皆様もお元気でお過ごしください。では失礼します。さようなら。